つもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。今回はアジングで尺アジを釣る方法について解説いたします。アジングは軽量のルアーや専用のタックルを使ってアジを狙う釣り方で、初心者からベテランまで幅広い層に人気があります。その中でも尺アジ、全長約 30cm 以上のアジを釣ることは多くのアングラーにとって夢のような目標です。今回は尺アジを釣るための具体的な方法とポイントを詳しく解説します。最後までよろしくお願いいたします。本日の結論です。尺アジには尺アジの行動パターンがある。タックルはワンランク上を使用。しっかり準備して無理をしない。本日の目次です。尺アジの生態と行動パターンを理解する。尺アジを狙うためのタックル選び。ポイントの選定とアプローチ方法。キャスティングとアクションのコツ。実調中の注意点とコツ。この5つについて解説いたします。尺アジの生態と行動パターンを理解する。尺アジを釣る第一歩は、尺アジの生態や行動を理解することです。主な生息地。尺アジは比較的深場や潮通しのいい場所を好む傾向があります。港の堤防先端、磯場、潮目が形成されるポイントなどが狙い目です。堤防では足元ではなく沖を狙うことが多いです。行動時間。アジは基本的に夜行性で、夜間に活発に餌を探します。特に夕間詰めから夜間、そして朝間詰めが釣果が期待できる時間帯です。この時間帯を狙うことで、尺アジとの出会いのチャンスが増えます。昼間に釣る場合は深場を狙うのが効果的です。餌と捕食行動。尺アジは小型の魚やエビ、プランクトンを捕食します。特に夜間は光に集まるプランクトンや小魚を追うため、常夜灯があるポイントや漁港の明かり周辺が高ポイントとなります。加えて潮流の変化がある場所ではプランクトンが集まりやすく、尺アジの回遊が期待できます。尺アジを狙うためのタックル選び。尺アジを釣るためには適切なタックル選びが重要で、比較的扱いやすいタックルの選び方を詳しく解説します。ロッド。ライトゲーム用のロッドが最適です。特に長さ7フィートから9フィート程度でキャスティング性能と感度が高いものを選びましょう。感度が高いロッドはアジの微細な当たりを逃さず捉えるのに役立ちます。軽量で扱いやすいロッドが適しています。リール。小型スピニングリール2000番から2500番が一般的です。ドラグ性能が良く、ライン放出がスムーズなものを選ぶと、尺アジの強い引きにも対応できます。性能と合わせて扱いやすいリールを選ぶことをお勧めします。予算に応じて選びましょう。ライン。主に P ライン 0.35 から 0.65 を使用します。エッセルラインの場合は 0.45 以上がおすすめです。細いラインを使うことでキャスティング距離が伸び、感度も向上します。リーダーにはフロロカーボンライン 0.85 から15を使用し、尺アジの強い引きによるライン切れを防ぎます。リーダーの長さは1メートル程度が目安です。ルアー、ジグヘッドとワーム。潮の状況などによりますが、ジグヘッドは 1g から 2.5g 程度が適しています。最初は 1.5g 前後のジグヘッドから様子を見てみるのがいいでしょう。ワームは小魚やエビを模したものがおすすめです。特に水質が透明ならクリア系や、夜間や濁りがある時には夜光カラーも有効です。ポイントの選定とアプローチ方法。尺アジを釣るにはポイントの選定が重要です。潮の流れを読む。潮通しのいい場所はプランクトンが集まりやすく、それを狙う小魚やアジも多く集まります。潮の流れを読み、潮目や流れの変化がある場所を狙いましょう。漁港内や防波堤などアクセスが簡単な場所から始めるといいでしょう。常夜灯周辺を狙う。夜間は常夜灯周辺が高ポイントです。光に集まる小魚を捕食するアジを狙うことができます。常夜灯真下は釣りがしやすいので人気ポイントではありますが、
尺アジは少し離れた暗いエリア、いわゆる明暗部をチェックしてみましょう。時間帯を意識する。夕間詰めや朝間詰めの時間帯は特に重要です。この時間帯は尺アジの活性が高く、釣果が期待できます。ポイントに早めに到着し、準備を整えておきましょう。キャスティングとアクションのコツ。尺アジを釣るには、キャスティング方法とアクションにも工夫が必要について説明します。キャスティングのポイント。できるだけ遠投し、広範囲を探ることが重要です。PE ラインの特性を生かして、軽いジグヘッドでも遠くまでキャストできるように練習しておきましょう。キャスト後はラインのテンションを保ち、フォール中の当たりを逃さないことが大切です。アクションのバリエーション。尺アジは警戒心が強いため、自然なアクションを心がけます。リトリーブ。ゆっくりと一定速度で巻くことで自然に泳ぐ動きを演出します。リフト&フォール。ジグヘッドを持ち上げてから自然にフォールさせる動きで食わせ玉を作ります。トゥイッチ。小刻みにロッドを動かし、不規則な動きでアジの興味を引きます。まずはリトリーブの速度を安定させて広くサーチしてみることもいいでしょう。実釣中の注意点とコツ。尺アジを釣る際の注意点と追加のコツを解説します。フッキングのタイミング。アジの当たりは繊細で、特に尺アジは餌をくわえる際に警戒します。当たりを感じたらすぐに合わせるのではなく、少し送り込む余裕を持ちましょう。ドラグ調整。尺アジの引きは強烈です。ドラグを適切に調整しておくことで、無理に引っ張らずスムーズに取り込むことができます。あらかじめ緩めに設定し、余裕を持ってやり取りするのが安全です。ランディング。尺アジは重いため、ランディングネットを使用するのが安全です。特に足場が高い堤防では必須アイテムとなります。ネットの準備を忘れないようにしましょう。まとめ。アジングで尺アジを釣るには、生態の理解、適切なタックル選び、ポイントの選定、そして釣り方の工夫が必要です。一度尺アジを釣り上げると、その引きの強さと達成感に魅了されること間違いありません。今回の動画で紹介したポイントを参考にすれば、尺アジ釣りへの一歩を踏み出すことができます。釣り場でのマナーを守りながら、ぜひ尺アジ釣りに挑戦してみてください。今回の授業は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。高評価やチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。